国の労働者の皆様、ズドラーストビーチェ。記念すべき第5回、今回もよろしくお願いいたします。晴れて AI を手に入れた私、鈴木つづみよ。元気してた？最後まで見ていってくださいね。で、何このタイトルふざけてんの？本編の方は鉛のように重たいテーマが続くので、私たちの歩行がちょうどいい箸休めにならないかな、という思いがありまして。独ソ戦を取り扱っている時点でどうあがいても不穏にしかならないって視聴者さんからもツッコミを受けてたじゃない。今更よ。ごもっともです。それで、今回の参考文献はマンゴー・メルビンさんのマンシュタイン、ヒトラー最良の将軍を中心に、カール・ハインツ・フリーザーさんの電撃戦という伝説も合わせて参照いたしますね。オケマル、マンシュタイン将軍、ロンメル元帥と並んでベアマハトを代表する有名人ね。軍事に疎い私でも名前だけなら知ってる。どうして歩行の時間を割いてまで彼を取り上げるのかしら？それは、バルバロッサ作戦に至るまでのマンシュタイン将軍の足跡をたどることが、戦艦機のドイツ軍を知る上で非常に重要な手がかりになるからですね。有益なのは分かったわ。まずはメルビンさんの記述を参照しつつ、第一次大戦終結までの彼の軍歴を簡単に振り返ってみましょう。生まれは1887年、偶然にもイギリスのモントゴメリー子爵とはわずか1週間の差、由緒正しきプロイセン貴族の生まれで、しかもヒンデンブルク元帥の親戚でもある。これ以上は望めないほどのエリートね。ベルリンのグロスリヒターフェルで陸軍士官学校を卒業。このエレン隊に入営。1913年には陸軍大学校で参謀教育を受けるも、翌年に大戦が勃発したため実地で戦争を知るか、あるいは皮肉なことにヒトラーと同じく読書などによる独学で以後は学んでいくことになる。では、ここでメルビンさんの引用を挟んでおきましょうか。2度の大戦にわたってドイツ参謀本部の教育システムが抱えていた弱点とは、戦術と作戦レベルの課題に重点を置いていた一方で、より幅の広い戦略研究をほとんど排除していたということである。このため技術的には非凡な高級及び中級将校が数世代を通じて誕生し、敵国の将校よりも熟達していることが多かったが、外交、経済、軍事という国家が備える3つの力すべての決定的な相互依存性について学ぶ機会はついぞなかった。本編でササラが引用していたストーエルさんの記述にも通じるわね。遠大な戦略的事柄に対する広範な嫌悪感だったかしら。おっしゃる通り、こうした戦略的視点の欠如はマンシュタイン将軍も逃れることができず、メルビンさんの書籍で幾度も言及されるテーマとなります。で、話を戻すと、マンシュタインは1914年11月に東部戦線で負傷、勇敢さを称えられて2級鉄十字章を受勲、復帰後は第10軍の司令部で参謀となり、ここで初めて作戦レベルの幕僚業務に従事する。後方勤務ではあるものの、ベルダンとソンムという2つの地獄を経験した後、1917年の春に彼が参謀として働いていた第1軍の司令部に、皇帝ヴィルヘルム2世が訪れるという出来事があった。皇帝行幸の直前、第1軍はフランス軍の攻勢を受けていくつかの高台を占拠されており、これについて皇帝と司令官フォン・ベローとの間で次のようなやり取りがあった。もちろん奪回する、と皇帝陛下は言った。ベロー将軍は冷静にこの発言を無視した。我々幕僚は皆理解することになった。最高司令官の言葉は何の影響も与えられず、何の結果も導かなかった。たとえ反撃が戦術的な成功を収められたとしても、予想されうる損害に見合うだけの戦果にはならなかったであろう。君主たるお方の命令や意思表示、さらには単なる言葉さえもが核もたやすく無視されたという事実から、私は陛下がいかに実権を喪失しているかを見せつけられた。王の命令が具備する神聖不可神聖を信じて育ってきた若い将校にとって、この新事実は大きな衝撃であった。戦争後半には皇帝は豪華な文鎮になっていたという話は聞いたことがあるけれど、いくらなんでもガン無視とは驚きね。このエピソードは25年後のマンシュタインとヒトラーの関係を端的に示唆することにもなりました。軍の指揮官として不適切な命令には抵抗しなければならない責務と、最高司令官への絶対的な忠誠を天秤にかけなければならないジレンマに、彼自身もまた陥ることになるのです。そしてヴィルヘルム2世とは異なり、ヒトラーはベルリンに敵が迫るまで決して権力を手放さなかった。ここが決定的な違いにして、マンシュタインの不幸な点ね。さて、休戦後は当然、マンシュタインはライヒスベアへ残留することに成功したわけよね。1923年10月には兵務局すなわち参謀本部への配属が決まり、29年には T1 化、すなわち作戦計画の東部部へと配属されることになります。まさに花形部署。マンゴー・メルビンさんの記述によれば、ここでの彼の仕事は作戦計画を立案する通常の幕僚業務だけでなく、他の参謀将校の知的訓練のために図上演習を手配することも重要な責務でした。これらの経験が、後のマンシュタインの類い稀なる作戦立案能力を養う土台となったのです。
また、31年と32年にはソ連を訪問して赤軍の将官たちと交流し、トゥハチェフスキーを疑いようもなく興味深い人物と評しています。あ、そっか。大粛清の前なのね。本編が血生臭い話ばかりだからすっかり忘れてたわ。さて、いよいよヒトラーの登場ね。ヒトラー政権の誕生後、特に長いナイフの夜事件で突撃隊が排除されて以降は、マンシュタインをはじめとした多数派の将校はナチ党は気に入らないが、軍に利益をもたらすヒトラー個人には概ね賛成という立場であったというのが、メルビンさんをはじめとした研究者の見解です。リチャード・エヴァンスさんもサードライヒ3部作で触れていますが、第二次大戦に至るまでの第三帝国で最も恩恵を受けられた職業は、何と言っても医者と軍人でした。急速な陸軍拡大も追い風となり、大佐だったマンシュタインは1935年7月には参謀本部の作戦部長、さらに36年10月には少将に昇進。当時参謀総長を務めていたルートビヒベック将軍の右腕に相当する地位にまで上り詰めました。本来、大佐から少将への昇格にはまず連隊長として現場でキャリアを積まなければならないのですが、それをすっ飛ばして参謀次長への切符を手に入れたことになりますね。はえ。というか、参謀次長ってことは順当に出世を続けていればハルダーの代わりにマンシュタインが参謀総長になっていたってことよね。が、プロイセン軍人の名誉を重んじる彼の姿勢が、後の左遷につながる渦火となってしまいます。まず1934年のアーリア条項、すなわちユダヤ人と定義された者を軍から追放する政策が知れ渡った際、マンシュタインは憲白書をしたためてベックとフリッチから署名を頂戴しました。憲白書？上に挙げた3つの要件を満たすことさえできれば、政府の求める出生証明書を用意できない軍人でも、将校団による名誉宣誓によってこれを代替できる、という提案でした。つまり、軍内部でも人種問題の処理を完結できると。この憲白書でマンシュタインが取り上げたかった懸念とは、ユダヤ人差別がどうとかいう人道的な問題ではなく、ナチ党の介入が将校団の独立と伝統を危機にさらすのではないかという、まさに名誉の問題でした。憲白書は国防省のブロンベルクの怒りを買いますが、この時はフリッチとベックの取りなしによってなんとか処分は免れました。もう一つ、彼が自らの立場を危うくした例を見てみましょう。1937年の夏、マンシュタインはベアムハト司令部の組織と題した論文を提出しました。内容を簡単に要約すると、大陸国であるドイツがいざ戦争となれば、戦略方針を統一するためにも指揮の主導権は3軍のうち陸軍が担うべきであり、特に帝国参謀総長が最高司令官、すなわち総統を付出する役目を負う、というものでした。話だけ聞くと筋は通ってるわね。論文の背景事情として、国防省を務めるブロンベルク元帥がヒトラーに直言できるほど推しの強い人物ではなく、特に新設されたルフトワッフェの長であるゲーリングの手綱を握れそうにもないことが影響しています。戦争が勃発してから内輪もめをしてたら世話ないものね。で、この論文に対する処刑の反応は？反対の声を上げた論敵は他でもないビルヘルム・カイテル、参謀本部におけるマンシュタインの同僚にして、この時は国防省内の国防軍部部長を務めていた人物です。国防軍部は後のオーカーベアとなる組織であり、このことからも明白なように、カイテルは陸軍主導ではなく、三軍の統一司令部の権限を強化する方針を固めるよう、ブロンベルクに強く訴えていました。すでにオーカーベイとオーカーハーの亀裂は決定的だったわけか。鼓さんのおっしゃる通り、マンシュタインはこの時点で優秀な厄介者となっていました。将校団の独立と陸軍の優位を是とする急先鋒の論客だった若き先生は、この後すぐに左遷の浮き目にあってしまうのです。さて、話を先へと進める前に、参謀次長時代のマンシュタインが果たした実績について、特に重要なものを2つ挙げてみましょう。一つ目は、再軍備によって急拡大を遂げた陸軍の組織再編に関してです。前の参謀総長ゼークトの時代から陸軍は量より質に重点を置いて計画を練っており、これは時代のベック将軍の下でも同様のドクトリンでした。ところがヒトラーの再軍備宣言によって1936年には平時で52万人、つまりたった数年で陸軍は5倍に拡大することになり、既存の計画をちゃぶ台よろしく放り投げるか大幅な見直しをせねばならなくなりました。この再編作業においてマンシュタインと彼の部下たちがまさに中心的役割を果たしており、メルビンさんの言葉を借りれば、組織人としても優秀なマンシュタインの才能が、後にヒトラーが酷使することになる軍隊の創設に多大な貢献を果たすことになったのです。歴史には記録されにくい、縁の下からの寄与というわけね。マンシュタインが果たしたもう一つの貢献は、独ソ戦で一貫してドイツ軍の戦線を支え続けた功労者、突撃砲の考案でした。砲塔のない戦車ね。WOT だと駆逐戦車って車種名だったかしら。1935年当時、マンシュタインは新進気鋭のグデーリアンの戦車理論に一定の理解を示し、ただでさえ限られた数の戦車を歩兵に随伴させる意味は薄いという点では賛同していました。このため第二次世界大戦中、ドイツ軍の戦車は一貫して装甲手段に集中配備され、イギリスなどが行ったように歩兵を戦術的に支援する戦車旅団を編成することはなかったといいます。とはいえ歩兵だけで機関銃に守られた陣地を突破することはできない。
そして従来の砲兵では機動戦の進撃速度に追いつくことは難しい。そこでマンシュタインが提案したのが突撃砲です。旋回砲塔を持たない代わりに設計に余裕が生まれ、同じ車体でもより強力な手法を搭載できる突撃砲は、歩兵部隊が手間取るであろうコンクリート製のトーチカといった固定目標を攻撃するのにはうってつけでした。ああ、WOT とかだと戦車しか出てこないから即配を取られてしまうと一貫の終わりだけど、設計思想からして死角は歩兵が守ってくれるから問題にならないのね。マンシュタインの構想がうまくはまってくれれば、突撃砲は戦闘において侵入と突破という初期段階の戦術的な役割を果たし、その後の浸透や戦果拡張といった作戦レベルの任務は、より柔軟性のある戦車部隊の独壇場となるはずでした。彼のアイディアは当初は理解を得られず、ベック参謀総長も、親愛なるマンシュタインよ、今回ばかりは的を外したな。と残念な評価だったのですが、逆に感銘を受けたのは陸軍総司令官のフリッチ砲兵大将でした。というのも歩兵支援の役割から突撃砲の所属兵科は砲兵。そしてフリッチ将軍はプロイセンの砲兵連隊からそのキャリアをスタートさせていたのです。メルビンさんの記述によれば、突撃砲の登場によって砲兵が単なる間接射撃にとどまらず直接戦闘に参加できるという歴史的役割を取り戻す未来像に、砲兵畑としてブイブイ言わしてきた将軍の名誉欲は大いにくすぐられたようです。歴史的役割。ああそっか、射程が飛躍的に伸びる前の砲兵って文字通り最前線で戦ってたんだっけ。陸軍総司令官の強力な後押しを受けて突撃砲の設計と開発は急ピッチで進められ、1937年の秋にフリッチは39年までに3号戦車の車体をベースにした突撃砲を量産し、それぞれ6門の突撃砲を備えた3つの独立部隊を全ての現役歩兵師団に配備させるよう命令を下しました。他配将めちゃくちゃお気に召してて草が生えるのよね。が、この直後に巻き起こった大事件によって突撃砲の量産計画は差し止められてしまい、その活躍は独ソ戦まで持ち越しになります。大事件って？いわゆるブロンベルク・フリッチ危機として知られる大スキャンダルによって14人もの将軍が解任され、さらにマンシュタインを含む51人が左遷されることになったのです。この事件は当初、対外拡張政策、すなわち戦争という手段を取ろうとするヒトラーに反対する2人の将軍を社会的に抹殺するためでっち上げられたナチの陰謀であるとの見方が一般的でした。しかし、イアン・カーショーさんやリチャード・エヴァンスさんの書籍には、これとは異なる視点で事件のあらましが語られており、大変興味深いです。聞こうじゃないの。1937年の9月、ブロンベルク元帥は35歳年下のマルガレーテ・グリューンなる女性に一目惚れし、数週間のうちに結婚を申し込みます。プロイセンの貴族とタイピストの平民、身分違いの結婚がもたらす社会的影響について彼は懸念し、1月下旬になってヒトラーに対して相談を持ちかけました。おっさんあんた何やってんのよ。イアン・カーショーさんの著書によると、これを聞いたヒトラーは直ちに婚姻を承諾し、時代遅れの階級的俗物性など気にするなと豪語して、ゲーリングと共に結婚式の立ち会い人になることを買って出ました。遺伝的に健康なアーリア人ならば身分の差など些細な問題であり、民族共同体の構築を掲げるヒトラーにとって、これは喜ばしい出来事でした。が、このために総統は長いナイフの夜事件以来最大の危機に突入します。結婚式の数日後にグリーウン女子の身元が改めて確認され、ベルリンの警察署長、カイテル、そしてゲーリングへと情報が伝わり、1938年1月24日、ヒトラーは緊張した面持ちの空軍総司令官からあるファイルを受け取ります。それによると、マルガレーテ・グリューンは1931年に売春婦としてゲシュタポに登録されており、34年には顧客から窃盗を働いたという記録まで残っていたのです。彼女は当時、交際していた男性にポルノ写真を撮らせていたのですが、よりによってその男性がチェコ出身のユダヤ人であったことも発覚しました。バレればヒトラーは欧州全土の笑い物ね。天地がひっくり返る衝撃を受けたヒトラーはその日の夜を眠れずに過ごし、その様子をゲッペルスは、総統はまるで死人のようだった。と日記にしたため、副官のフリッツ・ビーデマンは次のように回想しました。彼は後ろ手を組みながら部屋の中を行ったり来たりし、首を振りながらブツブツとこうつぶやいた。ドイツの元帥が娼婦と結婚するのなら、世の中もはや何でもありだな。傍から見てると喜劇のようね。ブロンベルクの辞任は内々で決定され、元帥はゴマンライヒスマルクの黄金の握手を受け取ってハネムーンへと旅立ちましたが、さらなる問題はここからでした。ブロンベルクのスキャンダルからベアマハトへの疑念を含めたヒトラーは、2年前にヒムラーから渡された陸軍総司令官フリッチへの同性愛疑惑に関するファイルの存在を思い出しました。この時はそんなこと知りたくもないとファイルの破棄を命じていたのですが、ハイドリヒが抜け目なく金庫に保管していたため、1月25日にはヒトラーの元まで届けられます。この時のヒトラーの動機をイアン・カーショーさんは、ヒトラーはブロンベルクの後任にフリッチを考えており、その就任にあたってさらなるスキャンダルが勃発しないよう保証を求めていたとし、フリッチを排除する陰謀を巡らせていたわけではなかったときっぱり否定しています。ヒトラーは副官のホスバッハに口外するなと言命してファイルを渡したのですが、ホスバッハはこの言いつけを破り、警告を与えるためにファイルをフリッチに見せてしまいます。
自分に対する疑惑を知ったフリッチは思い当たる節を考え、数年前の冬、ヒトラーユーゲントの少年に事前として昼食をご馳走してやったことが関係しているに違いないと結論し、首相官邸まで弁解に赴きます。ところが、フリッチにかけられていた容疑は全くの別件でした。知りもしない交際に対する頼んでもいない釈明を聞かされた結果、ただでさえ神経質になっていたヒトラーの疑惑はますます深まることになりました。大将を追ったら見事に墓穴を掘ったわね。こうしてフリッチの解任も決まりましたが、問題はいかにスキャンダルを明るみにせずにこの交代劇を公表するかでした。この時にヒトラーたちが取った手段こそ爆風で火事を吹き飛ばすかのような大規模な人事異動です。先ほど申し上げたように14人が解任、さらにマンシュタインを含む51人が左遷、外交部門はノイラートからリッペントロップへと実権が移り、経済省はシャハトからフンクへの就任が発表されます。後任となる国防相の地位をどうするかでしたが、ゲーリングは空軍さえ満足に運営できていないとしてヒトラーが却下し、同じく野心を抱いているであろうヒムラーも、体制への従軍は愚か消防車の運転すら知らないとして候補から外され、ライフナウはプロイセン軍人としてはあまりにナチス寄りで、他の将軍たちから賛意を得られそうにありません。こうして、ヒトラー自らがベアマッハト最高司令官の地位に、陸軍総司令官の後任はブラウヒッチがつくことになりました。さらにカイテルの国防軍部がオーカーベイに改組されたことにより、マンシュタインは将来の参謀総長としての地位も、そして有事には陸軍が最高指揮権を握るという構想も釈迦になりました。なんとも気の毒ね。しかしマンゴー・メルビンさんが述べているように、参謀ではなく指揮官として現場に戻ったことは、後のマンシュタインのキャリアに結果的にはプラスになりました。後のポーランド戦でもマンシュタインは才能を見込まれて再び作戦計画に携わることになるのですが、騎士十字勲章を期待していた彼の名が読み上げられることはなく、落胆した心境を日記にこう書きつけます。確かに、部隊の次に名声を得るのは指揮官だ。だが私の果たした責任は十分に大きなものだったと信じたい。私が一人で作戦を提案し、命令を起草したのだから。ドイツ軍の参謀ってめちゃんこ敬意を払われてるイメージがあったんだけど、これは意外ね。あくまで裏方とみなされていたのかしら。こうしてマンシュタイン自身、現場で己の価値を証明するチャンスを望むようになったのです。さて、話が戻るのですが、左遷が決定した後のマンシュタインには参謀次長として最後の仕事が残されていました。1938年3月7日の午前11時、参謀総長のベックに連れられて首相官邸に赴いたマンシュタインは、ヒトラーから12日の早朝にオーストリアへと進駐すると唐突に打ち明けられます。動員令はその日の午後4時までに発令されることになりました。当時、オーストリアへの侵攻計画はケースオットーと呼ばれる未完成かつ未検証のものしかなく、このことが指し示すのは、必要な部隊の算定や動員、配備に関わる全計画を数時間のうちに策定し、書面にし、そしてヒトラーの承認を得なければならないことを意味しました。胃薬ここに置いておくわね。しかし、驚愕すべきことにマンシュタインと彼の部下たちは時間内に指令書の作成を完了させ、ヒトラーの要求に完璧に応えてみせたのです。化け物かよ。そしてこの成功は、ヒトラーのさらなる冒険主義に拍車をかけることになりました。チェコスロチャンのズデーテン危機でにわかに戦争の危機が高まった1938年の夏、ベック将軍は参謀総長の職を辞する覚悟でヒトラーを止めようとしました。この時左遷先にいたマンシュタインはベックに上のような手紙を送って思いとどまるよう求めましたが、その内容は政治的問題には一切触れず、チェコスロチャンに対する軍事的成功に専念するよう促すものでした。ベック将軍はチェコに分かててもいずれドイツは負けるという戦略的な観点からヒトラーに反対していたため、最も信任していた優秀な部下が目の前の作戦レベルの思考に終始しているのを見せつけられて出動したことだろう、とメルビンさんは述べています。実際、これまで固い信頼で結ばれていたベックとマンシュタインの関係は、これ以降一気に冷え込むことになったのです。軍人はあくまで軍事に専念すべし、一見真っ当な意見だけど、同時に政治や経済、さらには外交まで絡む戦略的問題に対する目を曇らせることにもなるのね。そうした機能的プロフェッショナリズムのおかげもあり、マンシュタインたちは戦後に清廉潔白なベアマハトのイメージを流布させることに成功したのですが、だからこそヒトラーを止められなかったという表裏一体の末路をたどることになってしまうのです。そしてベック将軍は1944年に非業の死、か、やるせないわね。さて、いよいよ西方電撃戦のマンシュタインプランね。さすがに私も少しは予習してきたわ。ハルダーが提出してきたシェリーフェンプランの焼き直しみたいな計画案にご不満なヒトラーが、マンシュタインの大釜計画を部下から知らされて即採用。ハルダーも後にその有効性を認めてアレンジを加え最終案となり、実戦ではグデーリアンらのアドリブもあって見事に大成功を収めた。こんな感じね。ありがとうございます。歩行ではマンシュタインに集中してこの計画を見直してみることにしましょう。まず、カール・ハインツ・フリーザーさんも著書で述べているように、エイフツの宣戦布告を受けた時点ですでにドイツは戦略レベルで圧倒的に不利であり、故に作戦レベルのあらゆるリスクが正当化されることになりました。
マンシュタインもこのことを自覚してハルダーの初期案を批判し、リスクを冒すことなく連合軍に打ち勝つことなど到底できないと判断します。長期戦になればなるほど英仏には有利だものね。一方でマンシュタインは全大戦におけるシェリーフェンプランの反省を踏まえ、一度の作戦だけでフランスの全軍を包囲するという構想そのものに無理があったことを指摘します。故にマンシュタインは作戦を2つに分割し、時計回りに旋回して海峡に敵を追い詰める第1段階、反時計回りに起動してマジノ線の後輩に回り込む第2段階としました。ヒトラーもセダン突破の戦術的有用性には気づいていたみたいだけど、マンシュタインは最終的な勝利の道筋まで見えていたということね。フリーザーさんも記しているように、マンシュタインの先見性が優れているのは、この2つの作戦をスムーズに接続する布石まで打っていたことです。作戦の第1段階が成功すれば、連合軍はソンム川とエーヌ川に沿って強力な防衛線を敷くことになるだろうと彼は予測し、その前に一軍を差し向けて攻勢防御を実施させることで、想定される戦線にくさびを打ち込み、第2段階の突破を容易にすることを目論んでいました。攻勢防御？マンシュタインがくさびを打ち込もうとした箇所は同時に、長く伸びきったドイツ装甲部隊の側面を突こうとするフランス軍の集結予定地点になることが予測されました。長い戦線を自動的に守らせるよりも、敵の体制が整う前にピンポイントで攻撃し出花をくじく、故に攻勢防御です。そして実戦の際に、フランス軍はまさにマンシュタインが予想した通りに動いたのです。すごいわね。一石何鳥になるのかしら。残念ながら、慎重を期したハルダーは攻勢防御の実施を却下したため、実際の赤作戦ではドイツ軍は川を渡るために多大な損害を出すことになりました。西方電撃戦を含めた両者の作戦リターン能力については、フリーザーさんの以下の記述が特に参考になります。マンシュタインの思考法はハルダーとは全く異なっていた。作戦レベルにおいての彼の思考法は、あえて秩序だっていないやり方を意識して実践することの繰り返しだった。敵も同じことを考えているかもしれない以上、軍の指揮官として、彼にとっては論理的思考は最良の解決策にはなり得なかったのだ。その代わり、解決策は一見すると非論理的でなければならず、やるべきことは敵を奇襲することだった。西側諸国と対峙する上で地理的に最も不利な場所に主力を配置し、さらに攻撃に用いる装甲手段の大部分を通行が極めて困難なアルデンヌに投入するという狂ったアイデアは、その一例に過ぎない。彼のこうした計算不可能性が、後の東部戦線でソビエト同盟にとって厄介な存在になったのである。マンシュタインとハルダーの根本的な違いは決定を下すまさにその自分に現れた。重大な決断を迫られた時、ハルダーは夜な夜な反芻してはあらゆる可能性を検討し、幕僚に助言を求め続けた。一方でマンシュタインは決断が早く、しかも独断であることも多かった。迷った時には数学的な計算よりも己が直感を信じた。歴史学の分野では今日、マンシュタインはヒトラーの将軍の中では最も優秀な人物であったことは論を待たない。彼が得意としたのは作戦レベルで大部隊を起動させることだった。ここで彼は名人芸を開花させ、敵に対する卓越した優位性を証明した。以前に学んだハルダーの人物像と比較すると興味深いわね。一方で、マンゴー・メルビンさんは期待の作戦家、マンシュタインの限界も記述することを忘れてはおらず、非常に重要な論点を提供しています。続けての引用となって申し訳ありませんが、鼓さんお願いします。任せて。マンシュタインは何よりもまず作戦レベルにおいて天才的な作戦家であった。国家戦略または大戦略において求められるのは、国家の安全保障や防衛政策を推進する上で最も適切な方法を策定し、それを踏まえて全体の意図や目的と軍事の他取り得る手段との調和を図ることであり、避けられないのであれば、その手段には戦争の遂行も含まれる。安全保障を確保するために取り得る国家の選択肢は、その国家の地政学的な位置関係、すなわち自国の地理や人口、経済的潜在力を、敵味方を問わず近隣諸国、さらにはそれらの同盟国との比較を肝とする地政学的地位によって左右されるものである。2度の世界大戦におけるドイツの顛末が指し示すことになった教訓とは、戦場においてどれだけ戦術的、作戦的な名人芸を積み重ねようとも、軍事、政治、経済的に固有の戦略的弱点を補うことは不可能であるということだ。同じく、東西の戦線で兵力の転用が可能な内戦戦略上の明白な優位をもってしても、第一次大戦が示すように全体的な軍事資源の不足を相殺することは叶わなかった。反対に、戦術、作戦レベルにおいての不利は、完全敗北を避けられるだけの十分な時間、空間、兵力さえあれば状況は安定し、戦略的軍事力の行使によってこれを克服することが可能である。よって、初戦において優勢に思われた側も、その後に相手が軍事生産を含む優れた戦略的資源を大方は同盟国
国全体で活用され、さらには相手の一国に自らの戦術、作戦手法を模倣されたり改良されることによって敗北することがあり得るのだ。確かにマンシュタインはフランスに打ち勝つ独自の解決策を提示することはできたが、かつてのベック上級大将のようにヒトラーがドイツを世界大戦に巻き込むような事態になれば最終的な敗北は避けられないと予見できるような大戦略家ではなかったのである。マンシュタインの最大の強みは基本的には作戦術にあった。すなわち、彼の類まれなる能力は戦争そのものではなく、主要な作戦や戦役を計画することに生かされていた。この区別は極めて重要である。たとえマンシュタインがモントゴメリーやパットンよりも能力的に勝っていたとしても、イギリスのアラン・ブルック元帥やアメリカのジョージ・マーシャル大将のように、それぞれの国の参謀本部で巧みに役目を果たしたような大戦略家ではなかったのだ。作戦家ではあっても戦略家ではなかった。メルビンさんの議論は、2つの世界大戦でドイツに突きつけられた動かしようのない厳しい現実でした。経済力や国土の広さ、人口といった戦略的優位を覆すには世代単位の時間を要する一方で、ドイツが得意とする芸術的な作戦運用や戦術的卓越性は、一旦種が割れてしまうと急速に対策され、時には相手に模倣されてしまうことさえあるのです。マンシュタインもまた己の限界には気づいていたようで、失われた勝利の中でヒトラーと相対することの難しさをこう吐露しています。ヒトラーは作戦に関して自分の意見が通りそうにないと感づくと、すぐさま政治や経済といった分野の話を持ち出してくる。前線指揮官には知りようもない知識を持っていたがために、彼のこうした議論を前にすると反駁することは概して難しかった。情報を与えないことでヒトラーは自身の優位を保ったけれど、配下の将軍たちの戦略的な禁止にさらなる拍車をかけてしまったのね。これまでの動画でも何人かの方がコメントしてくださっていますが、士官教育を受ける機会が随所なかったヒトラーは、軍事的な意味での戦略と戦術の区別がついていませんでした。が、幾人かの研究者が指摘しているように、この弱点はある意味で彼の最大の強みでもありました。どういうこと？つまり、戦術的に有利だからという理由で、戦略的には正気とは思えない決断を平気で下してしまえるために、開戦時の奇襲効果を最大限に高めることができたのです。こうした野生の勘とも言うべき独裁者の直感に驚愕させられて、ポーランドやフランス、そして1941年のソビエト同盟は深刻な出血を強いられる羽目になりました。まさか本気で世界大戦を始めるわけがないだろう。まさかアルデンヌに戦車部隊を全部突っ込ませるなんてバカはしないだろう。まさか最大の経済的パートナーに自分から二正面戦争を仕掛けてくるはずがないだろう。要するに旗迷惑ってことじゃない。何はともあれ、こうして見るとナチスドイツに本当に必要だったのはマンシュタインでもグデーリアンではなく、第2のビスマルクや大モルト家だったのかもしれないわね。多分、いたとしてもベック将軍と同じ末路をたどりますよ。どうあがいても積んでるってことね。以上、マンシュタイン将軍について簡単にお話しいたしました。お疲れ様。この無残な尺の長さについて何か申し開きはある？ごめんなさい。語り始めると本当に止まらなくなって。それに何よりあんた、東部戦線に従軍したドイツの将軍を扱うなら絶対に外してはいけないテーマが残ってるはずでしょ。ああ、それについてはおいおいですね。今回はできれば明るめの雰囲気にしたかったので。動画の雰囲気といえば、次回の本編ではナチスドイツのテロルについて取り扱うことになります。第6回に負けず劣らず重たい内容になりそうね。ただ、第6回を投稿した時点では、ウクライナとは異なり現在進行形で急展開している出来事と密接に関わる内容を取り扱うわけではないので、落ち着いて制作ができるだろうと考えていました。そしてそれは、とんでもない思い違いでした。まあ、そうね。でもあんた、気をつけなさいよ。世界情勢に影響を受けすぎて動画の軸がブレちゃったらそれこそ本末転倒だから。ええ、そのような中で、日々の学業や部活の合間を縫って資料を読み込んだり動画を制作できているのは、ひとえにご視聴してくださる皆様のおかげです。言葉にならないくらいに感謝しています。足取りは頼りないけど、これからもよろしくね。さて、フランス戦の功績により、騎士鉄十字章と歩兵大将への昇進を果たしたマンシュタインは、ついにかねてから望んでいた装甲軍団長に就任。北方軍集団に所属してレニングラードに向かうことになるわね。ええ、彼の軍歴はここからが本番です。マンシュタインのことも含め、語るべきことはヒマラヤの山壁のごとく積み重なっていますが、これからもどうか何卒よろしくお願いいたします。それじゃ次回会う時まで、みんな健康には気をつけてね。ご自愛ください。それでは、私、花熊千冬と、AI を手に入れた私、鈴木つづみ。で、お送りしました。今日も大変でした？おやすみなさい。